今この瞬間が一番新鮮に目に映る新ユニフォーム。前回の動画で紹介していないチームのユニフォームを改めて今回は真面目に紹介していこう。いや、前回も真面目に紹介はしているのだけれど、やたら長くなってしまったので概要欄から各チームへ飛べるようにしてあります。鹿島アントラーズ。すべては最高の一着に捧ぐクラブの伝統と誇りを重んじ、クラシックな要素を融合したダイナミックなデザイン。これまで8回の J1 リーグ優勝シーズン、1996、1998、2000から2001、2007、2008から2009、2016シーズンに着用していた6つのユニフォームデザインにフォーカスを当て、それぞれに使用されたエッセンスを斬新に融合させたダイナミックかつアグレッシブなデザインを採用している。従来のファーストユニフォームに使用されているディープレッドとダークネイビーに加え、トーンの明るい赤、チャレンジレッドを差し込むことでグラフィックに立体的な奥行きを生み出し、さらに躍動感を加速させたユニークな演出を実現した。また襟や袖のリブにダークネイビーを使用することで力強さとメリハリの効いたカラーコンビネーションに、そしてシャツとショーツのサイドパネルにそれぞれグレーの切り込みを入れることで一体感と連動性を表現し、鋭くインパクトのあるアクセントになっている。やん、本田さん見つけた。懐かしい。かっこいい。今年は6年ぶりに鹿島行きます。ブロッペンギガントに似てる。微妙。ファーストユニは良い感じなのに、セカンドユニが微妙。胸スポンサーのところの黒いラインいらないよ。かっこいい。動くとさらにかっこよく見えそう。伝統の横縞ユニ。かっこよくもあり、いまいちでもあり、絶妙ですな。昔のあのユニを今風にアジャストした感じですな。愛も変わらず過去の栄光に浸っている。この過去思考が変わらない限り新しいタイトルは取れなそう。本音言うとダサい。でもまあ他に比べたら許せる感じかな。サイトメンテナンスで草買えんやろ。 FC 東京。ファーストキットにはナイトゲーム時に印象深い花火をモチーフとしてセンターのストライプを赤いポイントでデザイン。セカンドキットは東京の夜の街並みをぼかしたネオンのイメージや眠らない街を表現するようなミラーボールをデザインしました。ゴールキーパーユニフォームは定番のイエローに加えて新たにピンクを採用。今シーズンのニューバランスのシーズンテーマは状況変化に応じて柔軟かつ迅速に対応できるというメッセージから風車のモチーフを採用。オーセンティックの前身頃には風車のジャガード柄を施し、裾には風車の切り返しがデザインされ、東京らしいスタイリッシュなイメージに仕上げています。映像はほんとすんげーよ。制作陣の苦労を考えると恐ろしい。もうこれ愛以外ないだろ。ニューバランスになってからセンス良すぎるわ。去年のユニが近年で一番好きだったから大きく変えないでくれてよかった。ミクシーに変わっても胸は東京ガスが一番しっくりくる。京王電鉄様ありがとうございます。 CM としてかっこいいのはもちろん、それぞれのパーツのスポンサーアピールも印象的。あとはサッカー強くなれば完璧。パリ・サンジェルマンのユニやんほぼ。なんやこの映像すげえ。新ユニめっちゃパレスやな。 FC 東京のユニ、サポが考えた新エンブレムのデザインをユニ全体にあしらったものだったら、エンブレムの認知度的にもブランディング的にもデザイン的にもめちゃいいなと思ったけど、結局ニューバランスの型通りになったのが残念すぎる。横浜 F マリノス。スタジアムという名の戦場で戦っているのは選手たちだけではない。そこにはトリコロールカラーのフラッグを力いっぱいに振り、共に叫び、選手を共に鼓舞し、共に戦うファンサポーターがいる。そのフラッグが力強くはためく姿をエンボス加工で表現したブルーのユニフォームは、
横浜 F マリノスに強さをもたらす海のきらめきが表現されている。日本屈指のトップリーグにおいて簡単な試合は一つもない。敵地での戦いならなおさらだ。ホワイトベースのユニフォームにはクラブの象徴であるトリコロールカラーをあしらい、敵地でもファーストカラーのブルーがクラブに関わる全員の強い一体感をもたらす。シンプルでクリーンなデザインは勝利に対してまっすぐに向かっていく姿勢を映し出している。一緒に戦います。タイトル取りましょう。襟可愛くていいじゃんね。キーボーの棒読みおもろい。まるでラミのようだ。今年はポロシャツ風なのか。襟の部分がトリコロールカラーになってて可愛い。なんかアディダスのマーク大きくない？もはやマリノスのエンブレムよりでかい。チェッカー柄のフラッグは別に昔からある普通のグッズ。もちろん予告映像にわざわざ出してくるからデザインにリンクしている可能性も十分ありますが、マリノスならかっこいいはずってコメントあるけど、ここ2年はバンデーラデザイン、ミサンガデザインとか迷走しすぎてる。近年デザインがマンネリ化してきている。アウェイユに17年から白で統一しているけど、変わったカラー見てみたい。期待値大の湯に襟がいい。青襟が重いな。白ならよかった。日産のトラブルでマリノスは大丈夫なんですかね。スペユにはデザイン最高だったけど背番号フォントがダサすぎた。ユニフォームとかどうでもいいからさっさと補強してください。湘南ベルマーレ。カレード。常に挑戦をする。安定よりも感動を求める。勝利への意欲にあふれる躍動的な個の力が集合し連動する。そんなベルマーレらしい姿勢をユニフォームに表現しました。2025シーズンのコンセプトはカレード。古代ギリシャ語のカル、美しいとアイドス、形。カレードスコープ、万華鏡が生み出す常に変化し続ける多彩な景色をクラブ×サポーター×地域×パートナーが連動してつかみ取る勝利の景色に重ねてイメージしたデザインです。変化と成長を象徴するアシンメトリーデザインを採用し、クラブ、サポーター、地域、パートナーの力を大小や形、向きの異なるグラデーションで表現。クラブカラーを中心に据えつつもクラブを後押しする熱意を感じさせるカラーリングを施しました。藤田になるわけね。よし。プロ化してから藤田が胸にあったことあったと思ったら JFL 時代までか。J に昇格してからは DDI に。藤田が親会社から撤退したのはやむを得ないとサポーターは理解してるから、胸スポンサーになるのは胸熱。ベルマーレのユニは配色が好きなんだよな。 J 昇格前の上下ブルーで斜め藤田はセンスありすぎ、中田秀俊などがいた強かった頃を思い出します。藤田懐かしい。カルバリオ、マリーニョ、小前田さん、植木さん、タレントがいっぱいいたよな。マインクラフトのクリーパーやん。湘南はデザイン云々より胸スポが藤田なだけで熱すぎるわ。エンブレムの下の楽しめてるか結構好き。横浜 FC。 2025シーズンの横浜 FC のユニフォームは世界でも限られたチームのみが採用しているプーマのグローバルデザインプログラムから認定モチーフのデザインパターンを採用。横浜 FC のクラブカラーであるハマブルーを基調としてサイドが持つ力強さや安定感にグラデーションをプラスすることで躍動感のある動きや洗練さ、輝きを表現しています。クラブとサポーター、ホームタウン、横浜 FC に関わるすべての人が強く手を結び共に歩んでいくというクラブの強い思いが込められています。また今シーズンも引き続き選手と共に戦うスポンサーの一体感や貢献を表すフラッグメーカーロゴがこのスポンサーロゴ内に配置され、ホームタウンと共に飛躍する象徴である横浜の文字が右袖リーグワーク下に入ります。素材には軽量で快適なスクエアドライを使用。吸水速乾に優れる高機能素材で
プレイヤーのケアとドライな状態をキープ。2025シーズンのユニフォームには一部リサイクルポリエステルを使用しています。過去一くらい好きかも。爽やかでハマブルーが超映える。毎年シンプルで好きだな。残ってくれる選手、入ってくる選手、共に戦いましょう。やはりシンプルイズベストで素晴らしい。プーマ去年と一番最初のユニフォームダサかったけど今年は気合い入れたね。晴れの日と曇りの日がある。ユニフォーム色になぞらえたか。もうプーマに期待するのはやめる。新しいユニフォーム楽しみにしてたのに形は変わらず柄が変わっただけか。 J1 旅行記念ユニは微妙ですな。なんかアイロンかけたくなる。清水エスパルス。進化する闘志。新シーズンのユニフォームはピッチ上で躍動する選手たちのエネルギーを体現。世界でも限られたチームのみが採用しているグローバルデザインプログラムから過去のカモフラ柄を現代風にアレンジし、伝統と革新を融合させました。このパターンは対戦相手に挑み続ける姿勢を象徴し、サポーターの期待に応える選手たちの姿を際立たせます。ダイナミックなデザインは戦いに挑む全選手に力を与え、チーム全体が一つとなって栄光を追求する姿を表現しています。かっこよすぎる。楽しみだ。シンプルでいい感じ。めっちゃかっこいい。買います。普通にこういうのでいいんだよ。やっぱプーマは良いな。誰のユニフォームにするか悩む。もっとシンプルなのが良かったな。エスパルス俺の中で外れないんだけど、サムネに義乳特戦隊を感じる。シンプルでかっこいい。シンプルが一番良いですね。ここ数年で一番シンプルでセンスありますね。いろいろ削ぎ落とすことでかっこよさが現れていると感じます。 V ジエリや襟付きはやぼったく感じるし、今年は素晴らしい。年々プーマの制約が厳しくなっていて、どのクラブも移行が通らなくなっているそうです。球技ユニフォームの復活も難しい。今シーズン終了直後に来季のユニフォームにはあまり期待しないでくださいと言われましたが、正直今季のユニフォームより好き。シンプルで良いんだけど、毎年毎年胸スポの字体が気に入らないのよ。仕方ないけど。またいつかジャルに戻らないかな。今シーズンよりいいが、やっぱ地球儀欲しい。パンツは黒にしたらかっこいいのにな。名古屋グランパス。集い共に狩りをなすシャチ。その群れは大きなうねりを起こす。共に頂点へ王者となろう。エンブレムのシンボルをモチーフに名古屋の風を起こす上昇気流の渦をシャチの有機的なフォルムを加えて表現したグランパストライバル柄。海の王者シャチが家族で狩りをするようにグランパスファミリーが一つになり、共に頂点を目指していくことを表現した。またその渦状のデザインはグランパスファミリーステートメントにもある。オープンマインド・フォー・ザ・グランパスファミリーの精神を表し、ファミリーの輪の広がりを表している。23シーズンと24シーズンの融合みたいなユニだね。キエリ割と好きだったからちょい嬉しい。今年こそ名古屋グランパスにたくさんの輝く星を今年もかっこいい。黒も入れてほしい気持ちもあったけど、白抜きで出してくださったスポンサー様には本当に感謝してます。黒をやたらと嫌う人がいるからその塩梅が難しそう。2020ユニしかり。このユニフォームは買うしかないな。レギュラーユニフォームはマイナーチェンジぐらいが良い。限定のサードユニフォームはフルモデルチェンジ以上の斬新なので、2009とか2010みたいな強かった頃のようにパンツは黒にしてほしいな。スポンサーが白抜きになったところは良い。襟の色が変わったのと鎖骨スポンサーの四角がなくなったのと模様がちょっと変わっただけじゃん。デザインはさておき、胸はトヨタを復活させてほしい。京都サンガ。2025シーズンのユニフォームは京都の伝統と多様性をテーマにしたオリジナルデザイン。前面は京都を象徴する5番の目をモチーフにチームカラーの紫と深みのある黒を配したツートーンカラーで4つの面を構成。京都サンガに関わる人々がお互いの個性を尊重しながら
心が一つになるという思いを込めました。またサイドのデザインにはエンブレムの鳳凰をデフォルメし、さらに高く飛び立つ姿をきらめく色彩で表現しました。誇り高き伝統文化の中にあって挑戦する勇気と力強さを表したユニフォームになります。毎年京都サンガ FC のユニフォームはふるさと納税でゲットしています。今年は11番天才ドリブラーマルコ・トゥーリオ選手にしました。今年もボール持ったら何かやってくれるワクワク感期待したい。この柄のセンス欲しい。即買わせてもらいます。スポンサー様が有名企業ばかりですな。特に個人的な推しみたいなのはいないので、ユニ誰にするか迷う。今さっきインスタ開けたら宇高選手が京都サンガのユニ着てるって思って前に在籍してた時のユニやん。ヴィッセル神戸。思いをつなぐ未来へつなぐ ACL エリート2024-25ユニフォームに引き続きたすき柄を採用。これまでの数多くの困難や挫折、そこからの挑戦や勝ち得た喜びといった全ての経験や歴史、思いをつなぎ未来へと継承していく姿勢を表現。この一筋のラインはクラブのこれまでの軌跡でもあり、未来への歩むべき道しるべでもあります。今シーズンも胸に入る神戸モチーフはより一体感を感じさせるためにカラートーンを抑えた配色に2025シーズンこれまでの思いを受け継ぎ、まだ見ぬ頂へ向けて新たな一歩を踏み出していきます。今年のユニフォーム期待したんですけど ACLE とほぼ似たようなデザインっていうのはさすがにないんじゃないでしょうか。手抜きすぎるというか圧倒的に去年の方がかっこいい。3連覇かかってるのに少し不安が残りました。ゆうべカラーの方がかっこいいのになんで赤系のカラーにするのか。 J リーグはもともと赤系が本当に多いからゆうべの色に戻した方がいいのではないか。 ACLE と3連覇取りに行く意思が伝わるデザインなのは良いと思う。どうして真ん中にひし形なんだろう。浦和ならダイヤモンズだからわかるんだけど、神戸の場合はせっかく強くて良い選手揃ってるのにユニフォームだけは毎年残念なイメージ。現在日本で一番強いチームが日本のアシックスってのがいいじゃないすか。地域密着で良いですね。去年のデザインに星増やす感じで良かったかも。限定ユニを期待しておきます。新ユニフォームでリーグ3連覇と国内タイトル3冠達成だな。ファジアーノ岡山。ユニフォームのコンセプトはザ・ニューチャプター、新たなステージに突入したファジアーノ岡山。その歴史に次の1ページを刻む新たなイメージの2025シーズンオーセンティックユニフォーム。ファーストユニフォームは岡山を象徴するファジアーノレッドと両袖のホワイトのコントラストが新鮮かつ細かいピンストライプが清潔感と高級感を演出。新章を戦い抜く強い姿勢と揺るぎない決意を表現。セカンドユニフォームはファーストのコンセプトを爽やかなグレーの濃淡で表現。中心から広がっていくストライプデザインは J1 のステージで岡山のスタイルを波及させていくイメージをデザイン。また全てのユニフォームには襟の内側にクラブ理念である子どもたちに夢をポルトガル語で記載し、その思いを宿して選手たちは2025シーズンを戦っていく。ユニフォーム売り切れて残念。ゴールキーパーのピンクのユニフォームが可愛い。アーセナルになっちゃったな。アーセナル味を感じる。スタッドランスっぽい。数量少なすぎでは変えてない人多すぎじゃない？エンブレムはパレスなんだけど色味が富山の方がそれっぽいからやりづらいよね。個人的にはボローニャ丸パクリで進んでほしい。変えないです。あんまりネガティブなこと言いたくないが、こういうこと避けるための受注販売だと思います。いろいろ他の競技でも購入してますが、こういうとこがまだまだトップカテゴリーにない。オンラインストアも早く J1 仕様に
してください。アーセナルみたいだから冨安がちゃっかりいても違和感なさそう。控えめに言ってかっこいい。残留頑張れ。サンフレッチェ広島。バイオレットを基調にグローバルクリエイティブデザインのグラフィックパターンとカラーコンビネーションを採用。クラブの伝統と誇りを重んじクラシックな要素を融合したグローバルクリエイティブデザインです。メインデザインは1996から1999年シーズンに着用されていたユニフォームのタータンチェック柄と広島市民の重要な移動手段として利用されている路面電車が走る軌道式に用いられている四角い石畳と風合いを彷彿させます。路面電車は2025年春生まれ変わる広島駅ビルの2階へ乗り入れもあり、新たな歴史を刻み始める広島のクラシックと進化の要素が融合しています。襟や袖のリブは濃紺を使用することで力強さとメリハリの効いたカラーコンビネーションに。シャツとショーツのサイドパネルにはそれぞれバイオレットの切り込みを入れることで一体感と連動性を表現し、鋭くインパクトのあるアクセントに仕上がっています。またクラブエンブレムに使用されているゴールドを全てのスウッシュロゴに使用し、強さと上品さを表現しています。チェックかわいい。予約販売なのに売り切れは悲しい。どうせ最後は余るんだから最初から2万枚くらい出せばいいのに、いち早く販売再開することを願います。予約販売数量少ないんじゃない？購入しようと思っとったのに。どうせなら早く手に入れたいよね。普通に買いたい人が普通に買えるようにしてください。追加お願いします。完売早すぎませんか？毎年思うんですが、レプリカユニフォーム特にホームの数量増やしていただけませんか？レア品すぎます。来期はショップに品物がないということが起こらないよう十分な数量の在庫の用意をお願いします。アビスパ福岡。クラブ創設30周年という節目のシーズンを迎えるにあたり、アビスパ福岡のルーツと誇りをデザインに込めました。福岡を代表する伝統工芸博多織をイメージした縦縞模様をメインモチーフに採用。アビスパ福岡の象徴である8をデザインに組み込むことでクラブらしさをより一層際立たせました。またクラブの原点である藤枝への敬意と思いを込め、藤色を襟部分にあしらうだけでなく、今回は裾部分にも藤色のグラデーションを施し、クラブの過去から未来へと続く歩みを表現しました。選手たちがこのユニフォームをまとい、ピッチで新たな歴史を刻む姿をどうぞご期待ください。藤枝ブルックスのブルドッグが入っている。それも藤色で感動しかない。かっこいい。アウェイユに初期フォームみたいなシルバーとネイビーのストライプにならないかな。このユニだと模様の部分をネイビーと藤色とかにしたら良さそうなんだけど。これしれっと紫色のワンちゃんいるのよいね。藤枝に対してのリスペクトがあってこのユニはいいな。スズメバチの大群。久しぶりにかなり好きなデザインかも。左下の藤色のグラデーションもいいし欲しい。以上、前回の動画と合わせて J1 すべてのチームの新ユニフォームをフォローできたはずです。柏レイソルに関しては動画作成時にまだ新キットの発表前だったので入れられませんでした。手に入らなかった方が大勢見えるチームも。あなたの推しチームの今季のデザインはいかがでしたか？感想もいただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。